こんにちは、シェリーです。昨日と同じ場所、同じような時間、同じ仕掛けではあるんですけれども、仕掛けに対してはだいぶ手を入れてきました。そんなことをね、一つ一つ紹介していきます。いろんな方にいろんなアドバイスをもらったそんなね、内容もね、盛りだくさんです。これはね、ちょっと必見だと思います。本日のね、8投目に1回目の当たりが来ます。ですね、仕掛けはほとんど一緒なんですけども、ガンダマの打ち方、あとはですね、棚がですね、針までの棚がですね、3ヒロです。それで、投入してから、ハリスの、重りの止める浮き止めのところまでで約10秒から12秒で、落ちるようにガンダマを打ってあります。重りの重さを調整しました。それ今日はですね、釣りを始める前にそこはかなりですね、時間をかけて調整いたしました。はい、1匹目、昨日よりちょっと大きめのサイズが1匹目、釣れました。今日はね、結構釣れますのでね、どうぞご確昨日認ください。よりはちょっとサイズがいいですね。でもまだコッパですね。本日の9投目、ここは連チャンいたします。ですね、今日はですね、一回一回を丁寧にやろうと思って、決して、回数は長くという回数は多くは投げてないんですけれども、1回にね、コマセを打つ回数がですね、昨日は1回に3回から4回だったんですけど、今日は最初に5回に巻いて、その後釣ってる最中に2回、そんな感じで釣ってます。ここは連チャンです。昨日の、ね反省を踏まえてですね、今日はよく釣れてます。8投目、9投目が釣れて、10投目が釣れなくて、また11投目が釣れるはずですね。これ多分そうですね。はい、釣れました。ですね、まずは餌の付け方を試行錯誤いたしました。あとはコマセの同調同調してなければまず釣れない。ちょっとどれくらいの範囲だったら同調、許容範囲なのか、コマセを巻いたところと自分の餌の入っているところ、そんなところですね、ちょっと一つずつ確かめながら今日は魚釣りをいたしました。大体ね、コマセからですね、1メーター以内でないとね、結構きついですね。はい、またまた釣れます。13投目にまたまた当たりがあります。この後ですね、何人かの方に話しかけられたり、話をしたりして、その時にですね、僕に話をかけたら最後ですね、僕は愛想を振りまいてね、知らないことを何でも聞きます。その仕掛けってどういうふうな理由なんですか、どんな糸使ってますか、餌の付け方からね、聞けることはね、基本的に全部聞きます。もうこの人聞けるななんて思ったらね、とにかくね、ちょっといい引きかもしれない。少しでもね、上手になりたいのでね、あとはそれを参考に自分なりにですね、試行錯誤する、A さんと B さんが言うことが違ったとしたら、両方確かめてみる、状況によって違うかもしれないし、その人のこだわりかもしれない、そんなところを確認しながらね、やっぱりね、吸収できるものはどんどん釣り場で吸収する、そんなこともね、釣りが上手になる秘訣の一つなんじゃないかなと思います。お
この後ね、ちょっと大きい。ナイロンの道糸とフロロカーボンの道糸の違いとかね、そんなことも含めてですね、いろんな方にね、アドバイスというかね、参考になる情報をいただきました、知識をいただきました。今日はですね、行った甲斐がありましたね。この釣れた釣れないではなくてね、自分の知識がね、だいぶ豊富になりました。4人の方に話しかけてもらったのかな、その会話もまたこの後出てきます。どうぞね、皆様の釣りが上手になる参考にしていただけたらね、いいかなと思います。ああ、また切れた。あれ、ここの時間帯になるとですね、左右の方ともう1回ずつぐらい会話をしてですね、だんだんこうやりやすくなってきますね。相手のね、仕掛けがこっちね、僕流して馴染んできたら、僕は待ってます。待ってるとですね、やっぱり馴染みが良ければいいほど、やっぱり釣れる可能性が、ちょっと長めに流せた方が釣れる可能性があるんですね。そういう時なんかにはですね、私投げて、左の方、右から左に流れて、左の方がですね、まあ、仕掛けを変えてたり、休憩したりしてる時は、普段より5メーター、10メーター長く投げさせ流させてもらってそこでかける。そんなパターンもね、何回かありました。こういうのもね、やっぱりだんだん知識とかね、技術が少しですけど、できてきますね。この後、ここが一番釣れないパターンだったのかな。ここからしばらくね、10頭近く釣れないんじゃないかな。このね、今回ですね、全部、最初の1投目から8投目までのところはですね、1個1個は取ってないんですけど、その後、8投目の1本目が釣れてから、最後の今日帰るところまで、だいたい40投ぐらいだと思うんですけども、そこまでね、全部、こう投げた回数をですね、カウントしながら、今日何回カウントした何回投げたか、餌をどれくらい使ったか、どれくらいの時間やったかというのをですね、今日は、情報をこの釣り3回目なんで。だもんで、いや、僕はそう、だもんで、ここ、重りが、仕掛けが入っていくのとか、昨日来て、なんか違うなと思って、竿もね、面白かったら買おうかなと思って、持ち合いの、なんかこれ普通の、なんていうんですか、磯竿の円筒の竿なんで、そう、面白かったらね、もうちょっとちゃんと買おうかなって、みたいな。ある竿でとりあえず。不織の大物ですね。そう、これタックルベリーでチタンのやつネットで調べたら1万円ぐらいのやつが2500円だったんで、中古で買って、ね、うん、不織いいのがあったわけですもんね。そう竿よりね。そう、ほいで浮きもね、タックルベリーで中古のやつで250円ぐらいの3つぐらい買ってきて、よく分かってなかったです、昨日は。不織はいいもんね、いいですよ。不織は命です。そうですよね、僕冷凍するときに外れやすくなっちゃうんですよね、頭ついてる。あー、頭ならいいかも。なんか頭ついてると頭から食うんで頭をちぎっちゃうって言ってて、それと一緒に身がなくなるんで、なんか言ってて、まあ僕もよく分かってないですけどね。さあ、僕に話しかけたら最後、僕は聞ける限りね、全部質問攻めにするのでね、まあそれがですね、やはり上手くなる、たくさん超過を上げるコツの一つでございます。
そんなところはね、遠慮せず、僕にね、聞いてくれたら、もう1から10まで、あなたが絶対釣れるように、全部知識差し上げますのでね、僕の顔を見つけたらですね、もう竿何でもこれも聞いてください。もう硬い、もう面白かったら買おうかなと思って、円筒の 2.5 号ですし、確かに太いですよね。そう、だもんね、面白かったら買おうかなと思って、これもタックルベリーで買ったやつで、これも300円ぐらいの、でそうなんですか。そう、まあ、またまた違う方がや登場るもんないです。もんで、今、この、黒鯛はみんなやってるもんで、ちょっと深瀬にしようかなと思って。先ほどの方はですね、僕のね、この YouTube で青物やってるの知ってる方だったんで、打ち解け方がね、またキュッと近くなったんですよね。ですからもう散々聞きました。ですね、もう聞ける限りはどんどん聞いてね、知識を豊富にしてね、この釣りもですね、まあ言ったら、なんかいつも自分の方が長官が少ないなんて思わずにですね、時にはね、自分が一等賞みたいなね、釣り方ができるように早くなりたいなと思ってですね、ちょっとね、知識はね、もう、失礼な、失礼かもしれんな、あんな聞いちゃうな。でもね、話してかけてきてくれたら最後、聞ける限りは、もう特にね、右の方も右の、ね、身長高いイケメンの方もね、左の方もね、すっげえ優しそうな顔しててね、なんか聞けそうな雰囲気いっぱいだったもんですから、思いっきり聞きました。今日は行ってよかった、行ってよかった。ちょっとね、上手くなったような気がしちゃう。うん。なんかそんな気がしてます。今日この釣り3回目です。はい、3人目の方が声をかけていただきました。この磯後です竿のね。ね、太いですもん。面白かったら買おうかなと思って、家にあった、一番細い竿を持ってきました。聞けることは何でも聞く、何でも聞く。そんな日です。繰り返しになりますが、そんな日でした。よいしょ。唐揚げにしたら美味しい。よいしょ。唐揚げにしたら美味しい。そんな情報も重要ですよね。どうやって食べる？やっぱりそれもね、聞いたもん勝ちですよね。教えてくれたんでね、頭にもうインプットいたしました。はい、魚釣りの部分は終了に近づいてきました。今日ですね、まあ大体ですね、釣れたのが大体4分の1ぐらいが釣れて、それで、餌が戻ってくるのはですね、約40回、まあ、4、50回投げて、10回程度ですね。ということは、まだね、15回から20回ぐらいですね、当たりを取れてない、餌の付け方がおかしい、そういうこともね、まだまだあるんじゃないかなと思います。ストップ。
8時半のアラームが鳴ってしまいました。お仕事がありますのでね、これであとちょびっとだけやりますけど、これで終了でございます。2匹ね、ここもね、もう緩くなってるんでね、ここが緩くなって2匹逃げちゃいましたけど、とりあえず今日の消化です。